いらっしゃいませ、ジーシーズです。僕がね、生まれて初めて音楽って美しいで、子供ながらに愕然としたのはね、この曲を聴いた時だったんですよ。サン・サーンスの白鳥。フランス語でルシーヌ。小学生の時にね、その体験があったから、まあこうして音楽チャンネルまで持つようになったわけですね。皆さんどうでしょう、覚えてますか？小学校の音楽室での音楽鑑賞のこと忘れちゃってる？それまでね、僕は西洋のクラシックってまともに聞いたことがなかったんですけどね、もうびっくりしましたよ。もうね例えてみれば、こう半信半疑だったサンタクロースさんが本当に目の前に現れてしまったおいおいおいみたいな、美しくてね優雅な曲でございます。そのチェロの美しさを伝えてくれたのは、当時音楽室にあったスピーカービクター SX3 だったということもあるんですが、今回はオーディオの話はまあ置いておいて、あの時ねやっぱチェロいいなと思ったんですよね。子供ながらにいただいたチェロへの願望は今でも引きずってますもんでね、当時ね思いましたよ、チェロやりたいって。けどさすがにね、それは難しい。だったら同じ弦楽器で手頃なやつは何かでね、中学1年から始めたのがクラシックギターだったわけですよ。僕チェロが先ですからねクラシックギターに憧れてクラシックギターをやったわけじゃなくて、チェロに憧れてクラシックギターを始めたっていう。はい。まあ自分の経験は抜きにしてもですよ、サン・サーンスの白鳥ルシーニュ、この曲はねやっぱり美しくあれと思います。もうね、この曲だけはね何よりも美しくあるべきですよね。で、今回すいません、チェロではなくクラシックギターでメロディーを弾いてしまったわけですが、これね今ちょっと爪の具合が良くないということもあってね、もう腹をくくって単音勝負してみたわけです。これはこれでねクラシックギターらしさ出てると思いませんか悪くないですよね。まあちょっと前になるけど、ジャズライブに呼ばれてね、ジャズのコードとかわかんないからパッドメセキの曲を単音弾きしたらね、結構評判良くてさクロード・チアリみたいだとかって年配の方にね褒められちゃったことありますけどね、クラシックギターで本気のね初心者の練習じゃなくて本気の単音弾き、僕は悪くないと思うんですよね。クラシックギターはもちろんね音は長く伸びませんでね、そこで意識したいのはやっぱビブラートねかけたいっすよ。もうねいいです。あえて断言します。あえて断言しよう。ビブラートをかけない弦楽器に意味などあるのか。いやないすいません、卵とか石とか投げないでくださいねクラシックギターってプロの人でもねビブラートあまりかけない演奏って多いですよね。まあね、確かにコンクールで評価されることではないかもしれないし、技術的にはねリスクを高めるのかもしれません。まあ優先すべきは正確な演奏であり、ビブラートは余裕がある時におまけにやるみたいな、そういうスタンスの人はねやっぱり多いんじゃないでしょうか。でも僕は思うんですよ弦楽器たるクラシックギターねビブラートかけてなんぼじゃ特に単音ならね指の押さえる形とか関係ないですし、やろうと思えばいくらでもできるんで、もうやるしかないです。ちなみにねビブラートの音程ってあるの知ってます？音程がね正確に聞こえるんですよ。ナイロン弦って
たとえ正確に調弦してあっても押さえる指の力で結構変わっちゃうんですよね。ほら、引っ張ると上がっちゃうし、なんかこう下げると下がっちゃうし、だからプロの人なんかこの押さえ方によってどうしてもこう上がってしまう時はあえて下げることを意識する音とか計画的に調整して録音するらしいです。いやー、そうすごいと思うんだけど、それをやらないでね、無計画に弾くとね、結構音痴に聞こえちゃうんですよね。ビブラートをかければね、ちょっと今爪が本当に悪くて申し訳ないですけど、まあビブラートをかけた方が音程が正確になるこの差だけは分かってくれたと思うんですけどね。思い出すのはね、昔 NHK のレッスン番組でポピュラーバイオリン教室っていうのがあったんですよ。初心者にも楽しくバイオリンを弾いてもらうっていうのがテーマの番組でね、その初心者の段階では生徒さんはまだビブラートをかけることを知らないわけですよね。で、それで先生がビブラートかけてたらずるいんで、先生もビブラートなしで弾いてたんですよ。普通聞けないすごい体験だったと思うんだけど、その先生ね、半端じゃないんですよ。チャイコフスキーコンクールで、優勝最高の成績を残した若手のね、バリバリの有名人だったんですよ。その先生をもってしてもビブラートなしでバイオリンを弾いたら結構音程がね不正確なの。なるほどね、弦楽器ってそういうもんなんだなって学びましたよ、私は。はい。そして今回動画を作ってめっちゃ勉強になったというのは実は伴奏の方でね、これパソコンの演奏です。ロジックプロという DTM ソフトでの演奏なんですけど、これね、ただ楽譜通り打ち込んであるのさえしてもね、ハートが伝わってこないわけですよ。バカは伝わってくるけどね、普通伝わってこない。で、細かな細工をしていくわけですけど、どういう細工があるのか。自分はピアノはほとんど弾けないですが、弾く気分になって作っていくわけです。例えばね、この白鳥のピアノ演奏は右手パートと左手パートでね、音の長さが違うんですよね。で、右手は高い方は細かく、低い方はちょっと8分音符長くで、このキラキラとゆったりとこのきらめきと水辺の落ち着きと両方が重なることですごくね、湖っぽさが出てる。で、それをパソコンで機械演奏でどう再現するかって。ただ均等になってた音がね、ちょっといじくることで結構生き生きしてくる。これは嬉しいですね。あと強弱だけじゃなくてね、タイミングもずらした方が生き生きしますね。いや、揃える方は簡単なんですよ。パソコン上ならクォンターズでね、と言って一発で揃うんだけど、これバラすのはね、やっぱりちょっと手作業ですね。これもでも丁寧にやっていくとね、すごい勉強になるし、人間の演奏ってそういうもんかなとかって思いながら、例えばこの短いフレーズ聞いてみてください。まず楽譜通りの打ち込みがこちら。で、加工したものがこちら。今度逆に聞いてもらいましょう。加工したものがこちら。
その元がこちら。ねえ、だいぶ人間的な演奏になってくれていると思いませんか？時間はかかるけどいろいろ分かって楽しいですね、こういう作業。さて、ここまではね、チェロ、クラシギターとメロディーと機械、ピアノ、伴奏とそれぞれの立場ですけど、合体させた時にね、どうなるか。このね、音のタイミングですよね。はい。ギターは弾いて音を出すので、正確にピタッとはまらないとね失敗って感じになりがちっす。で、チェロはね、指で弾くんで、そうそうタイミングは厳密じゃなくていいと思うんですけど、でもね、アマチュアの僕が弾いてもね、なかなかタイミングって正確にならないんですよ。参考にね、ヨーヨーマさんの白鳥を聞いたの。現代最高のチェリストヨーヨーマさんはどう弾いてらっしゃるかと思ったらびっくりしたあえてね、合わせにいってないっすよね。チェロなりにね、気持ちで走るし、ゆったりテンポ落とすし、あくまで気持ち優先、表現優先。ピアノとずれてもね、気にしないというか、あえてね、合わせにいってないですよ。もうそれが芸術ですと言わんばかりのね、攻めた演奏でね、だからこそ心に迫ってくるのイメージが膨らんでね、涙出てくるし、音楽ってすごいな、こうじゃなくちゃなと思いましたね。いいでしょそれを聞いてね、私も意を固めましたね。ギターだってね、やってやろうじゃないですか合わせること最優先でなく、溢れる気持ちで攻めていく。っていうか、所詮アマチュアの自分はそんなにピタッと合わせようとしてもどうせ大してできないんだし、できないんだったらやりたいことやった方が正解でしょうと割り切らせてもらいましたよ実際にやってみるとね、分かりました。音楽は気持ちがこもってこそす。気持ちがこもった音ならね、メトロノーム的なタイミングとずれていても意味があるからね、なんかあんまり気にならないと思った。強引に正解に持っていってしまう。それでもねダメずれてるよと減点した人はね、もうしちゃってください。僕はこれがいいと思います。さて、ところでヨーヨーマさんの動画にはね、たくさんコメントが寄せられてましたね。コメントなら6908件すごいっしょ。でね、ずらーっと並ぶ中、チラ見してみたらね、多くの人がとても深い思いをね、この短い曲に抱いてらっしゃるってすごく驚きました。ちょっとね、その一つ紹介させていただきます。これ、My Little Sister 17 died 1 years ago。17歳の妹が1年前に亡くなりました。葬式でどの曲を流すか、私たちは決めていませんでした。葬儀の3日前、目が覚めると、白鳥ルシーヌが頭に浮かびました。今でも毎日あの時のことを思い出します。妹はエレガントで若々しかったのです。まるで白鳥のように。さてこちら This ではすでに伴奏のみの動画もアップしてあります。皆さんもご自分の楽器を手にこの曲の素晴らしさを感じていただけたらと思うところです。楽器がなければね、歌でもいいですよね。スキャットチカラララって。そしてもし可能ならうちの伴奏動画に合わせて演奏なさったものを YouTube にアップして報告いただいてもすごく嬉しいところです。では今回の演奏はあなた自身です。さあどうぞ。